どうも、ババアです。たくさんまです。今朝めっちゃ寒かったんだけど、今朝はマイナス1度だったみたいですね。ついに九州も氷点下の世界へ。明日はマイナス3度らしいです。いやー、今年は暖冬かと思ってたけど、冬を舐めてましたね。こたつに丸まってたい。白まんじゅうみたいに丸まってる場合じゃないですよ。誰が白まんじゅうだよ。この映像、11月16日に撮影したスコーンです。なんで今更スコーン映像を差し込んでるの？クリスマス用に作り置きしておきました。随分と気が早いな。今日は実は12月8日なんですが、公開日が12月21日なので、本日のランチはクリスマスメニュー。クリスマスにかける意気込みがすごい。どうしてもクリスマスメニューは品数が多くなるのでね。メリークリスマス。警戒してて草。そして仕込みの第2弾は前日の夜。まだ仕込みがあるの？ヨシヒコの抜歯も無事に終わりました。Gojo Sataluni Navity。それ呪術廻戦、ヨシヒコがやったのは避妊手術ね。Sensei Yoshino Kao meet Fushigi so Inakao Shiratawa。それと、以前うちに来たのはチョロコちゃんですね。って聞かれて母さんちょっと赤面しちゃった。でも、今更名前、変えられないしさ。ねえ、みーちょさん。Wazaikala Toli Izu Shikato Shitoko。みーちょさんはどう思う？Iwo Temo Watino Nama Amo Choto Gokigan Yakalana。この名前も変にし。コンさんはコンクリート会社で生まれたから。アンチョクスギーヒン。ミーチョさんは先住猫の耳の別名がミーチョだったんだよね。ミーショウズームヒカツウデルーディ。ということはこの映像は前日の夜？そうです。昨日の動画編集が終わった直後の映像です。ババは大忙しだね。これはウールロールを作っています。めっちゃはしょるな。今回はとにかく動画素材が多いんですよね。いつも通りの編集だと30分の対策になってしまう。そんな対策求められてないな。パン生地ベンチタイムの間に米ぬか蒸しパンも作る。今回米ぬかの使用量すごいな。今回のスコーンとウールロールと米ぬか蒸しパンの分量は概要欄に貼っておきます。ウールロールにマヨネーズと黒胡椒？少しスパイシー仕上げ。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。蒸しパンの仕上がりが思ってたんと違う。せんべいかと思った。気を取り直してウールロールを仕上げましょう。まあどうせババア得意の体裁を整える秘技が炸裂するんだろうな。ウールロールが秒で焼けました。実際には180度で30分焼いてます。ウールロールちぎりパンめっちゃ可愛くできた。ババアやるじゃん。また調子に乗ってゆらゆらさせてる。そして本日。やっと下ごしらえが終了した。実はこの後まだ生地をこねるんですよね。米ぬかと小麦粉だらけ。さあカバテッリの生地を目覚めるがいい。粉も前日にセットしてるんだね。蒸しパンで卵を使い切っちゃってカバテッリ用の卵がなかったから油と卵の代用でマヨネーズを大さじ2杯くらい入れてみた。大胆なアレンジ。掃除機は余裕なコンさん。落ち着き払ってるね。飲みながら移動してて草。よしひこさんおもちゃですよ。さあ買い物に行かなくちゃ。みかんの苗木に執着するババア。今回卵が128円だった。トナカイさんを発見しました。カバテッリのソースを作りましょう。なんか今日の動画は目まぐるしいね。普段の4倍くらい料理を作ってる気がするな。カバテッリのソースはアイリスオーヤマの圧力鍋で。アイリスオーヤマ大活躍だね。適当にトマトソースの素を買ってこようと思ったら、今年は鶏肉はどうするのって旦那氏に聞かれてさ。さてはウインナーあたりで代用しようとしてたな。98% くらいその気でした。旦那氏聞いてよかったね。なのでソースは鶏肉を入れてちゃんと作ります。
圧力は3分かけたみたいだね。普通の鶏もも肉なので十分でしょう。さあそれでは時短カバテッリ成形スタート。時短カバテッリ？塊生地から成形する分だけ削いでいくシステム。時短方法毎回よく考えるね。我ながらそう思う。カバテッリはショートパスタの中でも比較的成形が簡単なので、ぜひ皆さん作ってみてください。ちなみに今回卵と油の代用でマヨネーズを入れてますが、これ全然いけますよ。カバテッリの分量も概要欄に貼ってるので見てね。細く伸ばした生地を両手を使ってくるんと成形。 500g の生地もあっという間に成形できるね。カバテッリの成形はさやえんどうみたいで可愛いです。ほらこんな感じ。この隙間にソースが絡んで美味しいよね。それじゃあこの大量のカバテッリを大鍋で茹でていく。また大鍋が発動するの？そうです。どこのご家庭にもあるオーソドックスな大鍋の登場。ないわその鍋。カバテッリは結構肉厚なので15分くらいしっかり茹でます。ホイップクリーム。クリスマスらしいのが登場。なんでナイロン袋に入れてるの？ホイップクリームを泡立てるためですよ。ババアはいつもホイップクリームをアイラップで泡立てます。レモン汁？レモン汁を小さじ1杯弱ぐらい入れます。レモンを入れたら泡立ちが早いって聞いたことあるな。袋の口を軽く絞ったらボンボンタイム。なんかボンボンしてる。まずは第一次ボンボンを40秒ぐらい。40秒でいいの？一度袋を開いて泡立ちチェック。とろっとしてるのを確認したら袋を閉じて第二次ボンボンタイム。またチェック？40秒ほどボンボンしたら今度はダメ押しレモン汁。レモン汁を2回に分けて入れるの？一度に入れるより分割して入れた方が泡立ちが早い気がする。今のところ泡立てを始めて80秒くらいだよね。ダメ押しレモン汁を入れたら袋を閉じて第3次ボンボンタイム。脂肪分が 40% 以上のクリームはあと40秒で完全に泡立ちます。そんなに簡単に泡立つの？ババアは1分ほどボンボンしました。だからいつもババアの冷蔵庫にはホイップが入ってるのか。この方法を編み出してから風呂上がりの日課となりました。ホイップクリームの一つはクランベリーヨーグルトと混ぜます。クリスマスにも安定してクランベリーヨーグルト登場するね。カバテッリが茹で上がったので熱湯からサルベージ。もちもちで美味しそう。茹で上がったカバテッリと小松菜の葉っぱを炒めておきます。そういえば茎の部分はトマトソースに入れてたな。緑色の発色を生かしたいので分けてみた。さて本日のメインケーキ作り。なんかお菓子がいっぱい。まずはせんべいをカットします。蒸しパンね。今日も自虐がすごい。クランベリーヨーグルトとホイップクリームを混ぜたものを蒸しパンやお菓子と重ねていきます。多分最初は蒸しパンの型を生かしたケーキを想定してたんだろうな。その通りです。白ノワールみたいな形を想定してた。まあ来年頑張ろう。なんかもう適当にお菓子を並べていきます。なんか投げやりになってるな。この蒸しパン半分が米ぬかだから血糖値コントロール勢にも優しいです。カントリーマームいちご味。11月のスコーンを土台にしてクリームのツリーを作ります。マジでホイップクリームがちゃんと泡立ってる。ねえ、ボンボンシステムすごいでしょ。ただ絞るの下手だな。なんか途中で歪んでくるんだよね。ツリーの周囲にはマーブルチョコ。なんかクリスマスっぽい。おっと、抹茶パウダー忘れてた。ツリーのリアリティを追求するババア。シミチョココーンで星をつけたら余ったマーブルチョコを散らしたろ。飾りぶっ刺し。そしてサンタもぶっ刺し。あれ、気のせいかな。なんか可愛いな。チョコもぶっ刺しとこ。トマトソースも最終仕上げと参りましょう。ソースは後掛けなんだね。カバテッリがソースを吸ってしまいそうだったので後掛けにした。ババアお気に入りのわさび菜と粉チーズパラリ。完成しました。せんべいから起死回生のケーキとウールロールとカバテッリ。ちゃんとチキンが乗ってる。さあいただきましょう。
クリスマス。完全にケーキがメインの配置だな。まあ起死回生したしメイン張っていいんじゃない？今回はクリスマス企画を早めにしたからクリスマスグッズはあまり揃えられなかったけど、まあまあなんとか映えてる気がする。トマトソースも絶妙にクリスマスカラーだしね。昨日の準備からここまでめっちゃ大変だったけど、こうして完成したメニューを見ると感慨深いものがありますね。ババア謎の達成感に浸る。カバテッリの茹で具合も最高。見るからにプリプリだもんね。そういえば動画中では触れてなかったけど、ウールロールのウールの部分のカットにピザカッターを使ったら便利だった。ピザカッター持ってたんだ。今までカットするの苦労してたから早く使えばよかったのに。家で見つけたから持ってきた。さあ起死回生ケーキ食べちゃいましょうか。そのネーミングあんまり美味しそうじゃないね。中のクリームが柔らかいからお玉ですくって取りましょう。スコップケーキ方式だね。クリームに包まれた蒸しパンをサルベージ。さっきから表現が美味しくなさそうなんだよな。ちょっと蒸しパンを大きく切りすぎたかな。ケーキうんま。うまいの？蒸しパンもしっとり柔らかいし、ヨーグルトとホイップがさっぱり。そう聞くと美味しそうに感じる。途中諦めかけてたケーキがここまで復活してくれてババア嬉しい。途中すんごい投げやりだったもんね。クリスマスメニュー美味しかった。また見てね。バイバイ。